はい、どうも江口ホールディングスの江口です。今日はですね、この間のね事務所の中の紹介がありましたっていう雨漏りするわ、機械音でかいわっていう、それに続いてですね、この外のコンテナ3つ置いてあるんですけど、これにそれぞれ何が置いてあるかと、ここで他に何をやってるかっていうのをご紹介させてほしいと思います。僕たちね、江口ホールディングスはこの宮古島に入ってきてですね、いろんなことをチャレンジしていこうとしています。いつも考えているのはエコアイランド宮古島宣言 2.0。 宮古島で使われる電力の 50% を2050年までに太陽光と風力で賄うっていう目標があるんですよ、宮古島は。これなんと2009年とかからずっと言ってることで、宮古島がそれすごいなと思っていて、 SDGs だとか脱炭素とか言い出したのってこう3年4年ぐらいですね、一般的には。だけど宮古島ではなんと12年前からそういうことを掲げていると。でも方法論っていうのをまだまだ今から作っていかなくちゃいけないっていうところだと思うので、僕たちも名乗りを上げたということですね。もうお金儲けとかなんか儲かるからとかだったら宮古島来てないんですよね。もっと儲かる仕事あるなと。何がって、ロマンですよ。で実際ここ1個目のこれは何やってるかって言ったら、こう棚があるんですけれども、この間見ていただいたところの中にはクリアなサップがあったと思うんですけど、これちょっと分かりますかね。カヤック2人でこういうオールで1人でオールで漕いだりとかして海とか川とかそういうとこで遊べれるんですけど、これもクリアなんですね。下が見えてますね。僕の手もこう見えると思うんですけども、これも2層持ってます。なんと去年の夏には持ってたんですけど、まだ1回も海に入れてないっていうね。まずは衝動買いをしたくなるタイプで、もうこれで社員とかみんな友達たちと遊んだら面白いなって思うから買うんですけども、まだ触ってないっていうね、残念ながら。でここにはまたあと2枚サップが置いてあります。ここで皆さんにご紹介したいのはこれ、太陽光とか風力とかで 50% の電気を賄うってエコアイランド宣言では言ってるんですけども、それには絶対に電池がいるんですね。太陽光とか風力とかなんかバブルだとか何度かって言われて久しいんですけれども、ここからまだまだ伸びるわけですよ。この野心的なこの目標に対してはですね、それに対しては絶対に電池がいるんですね。大きい電池、誰が何て言っても絶対いるんですよ。今もう世界中の電池メーカーがしのぎを削り合ってますね。車載の電池っていうのもこれから EV がどんどん普及してもっともっと大きくなっていく産業だと思うんですけども、僕たちはこの住宅とかですね、それ以外のホテルだったりだとか産業に使う産業用蓄電池っていうの開発に力を入れていくっていうことですね。ここにはまず 17.3 キロの蓄電池が置いてあります。事務所のですね上とか、このコンテナの上とかに乗ってるこの太陽光でできた電気を中に全部入れてしまうわけですよね。で全部入れてしまって余った分っていうか、最初に使ってるのは事務所側の中のクーラーだとか、例えば水作ってたりだとか、電気普通のですね家庭用の電気みたいなやつに使ったりとかしたりとかするんですけども、残ったやつが全部この電池の中に入ります。でやがてこの5時6時7時になると、この電池から電気を使って一日中電気が賄われているという形を作ろうじゃないかってことですね。でこれもずーっとここの中に、ここもクーラーつけっぱなしです。この中もずーっと20度ぐらいになってるんですけども、ずーっとつけっぱなし。電気代タダだからです。これは何なんだってことですね。銀色ちょっと見えますかね。この横幅がだいたい 1.34 メーター、高さもだいたい 1.3 メーターぐらいの四角いステンレス製の箱ですね。でそこからこう穴が開いてて外に空気が出てってると。こっち側も涼しいね、やっぱりこれすごい涼しい。やっぱり暑いかな、宮古。ここから湿った空気を取り出してこの箱の中に入ったら、この箱の中で湿気だけを取り除いて外に空気を出すと。ここで取り除いた湿気っていうのがここに水として溜まると。これも実は事務所の中で見ていただいた清水機の一部。これは1日に100リッター、約ですね100リッターの水ができます。ここでできた電気をここの
清水機の中に入れてですね、この清水機を回してここで100リッターの水を作って、また事務所側の手洗ったりとかトイレの水だったりっていうのに使おうじゃないかという、そういう壮大なテーマでやってますね。これまず1個目のコンテナの中ですね。僕たちこういうチャレンジをどんどん宮古島でやってっています。で、宮古島で本当に面白いと思うことは何でもかんでも食らいついてやっていくっていう考えでいますので、これからもどんどんですね、こういうことを発信したり、開発したりしていくので、もしよろしければ僕は本当に YouTuber になりたいってことじゃないんですけども、ぜひチャンネル登録してくれてですね、どんなものを江口ホールディングスが作っていくかっていうのを見ていただけると何かの足しになるかもしれないですね。ここのコンテナはですね、壁圧があるんですよね。これ何かって言ったらリーファーコンテナって言って、中を冷凍とか冷蔵しても温度が逃げないという、そういうちょっと特殊なコンテナになっています。で、2つ目のコンテナですね。開けてみますか、これ。よいしょ。普段はね、これ鍵かかってるんですけど、ここはだいたい資材が入ってますね。奥の方は、太陽光パネルが、これまだ使われてない、今から使う分がここにストックされています。ちょっと見えますか、これ。EHJ って書いてあるんですけど、これ、江口ホールディングスジャパンの略なんですね。太陽光パネルを大手、日本の電機メーカーさんが作ってる、工場と全く同じところで僕たちも生産していただいて、それを日本に持ってきて、大きい商売をすると。これが、前にもお話ししたファブレスメーカーっていう動きだということですね。この下の方はこの課題、太陽光パネルを止めておく台ですけど、これまだ余っている分というかですね、今から使う分なんですけども置いています。これ2つとも三輪の原付みたいな、あとはもう本当に二輪のバイクみたいな、これらも全部電動バイクなんですね。幕開けだっけ、クラウドファンディングでこの三輪バイク売りたいんだよねって3年ぐらい前に今なら 20% オフとかあるじゃないですか。あれでもう見た瞬間にこれおいいなと思って買って、よく考えたら30万近くしたっていう、これしかも全然乗ってないっていうね。たまに乗りたいなと思うんですけど、これ充電だけはしてある状態でいつでも乗れる状態。特にね、この三輪の方はもうヘルメットいらないですし、40から45キロぐらいスピードが出ます。2個目のコンテナはこんな感じですね。このコンテナ壁圧がないんですよ。壁薄いじゃないですか、すごく。リーファーコンテナと違ってこれ普通のコンテナなんですね。温度の管理いらないから普通のコンテナを使ってるよっていう、こんな感じですね。ちゃんとカメラ見てるからね、本当にいたずらしないでくださいね。これもう本当いたずらする人たまにいるんで、このアンドンみたいなことをやってるんですけど、これ何やってるかっていうと、